はい、水亀座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は6月後半の星の話とタロットリーディングさせていただきます。よろしくお願いします。私毎月月末に翌月の星の動きから感じたことをメッセージとして LINE でお届けしていますので、よかったら公式 LINE のご登録もお待ちしております。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。タワー、太陽逆、ワンドのナイト逆、ワンド10、デビル、ワンドの6、ペンタクルスエース逆、なんと気をつけることは対策か。ペンタクルスの8の逆とカップの2の逆、そしてオラクルはじゃん、忍者の逆です。すごいですね。どうされましたか、水亀座さん。今ねちょっと星の話を先にさせていただきますが、6月の15日っていうのが新月になります。でこの新月っていうのはなんかこう、ね、すごい願いが叶うとかいろいろ言われていますが、要するにこう一つのこうサイクルとしていいタイミングなんです。何かをフレッシュにここから始めようとか、じゃあやめようとかもそうだし、切り替えですね。なんか朝になったらすがすがしく一日を過ごそうみたいな、そんな感じで、その単位がただ1ヶ月、28日とか29日に1回巡ってくるそのタイミングだよってことなんですけど、それが今回6月の15日で、さらにこの双子座で起こる新月っていうのが何を追求していきたいですかとか、どんなところにその好奇心を持ってその好奇心を伸ばしていきたいですかとか、自分がどの方向に行きたいかで、自分がこれやりたいっていうものが決まっている方にとって、それをもっと深く追求したいよねとか、それをもっと深く味わいたいですよねとか、なんかそういうふうにこう何かの方向に勢いが増してくるっていうタイミングなんですね。なのでこのタイミングが水亀座さんにとっては、本当に自分がやりたいこと、挑戦したいことに対して使えるなっていうタイミングなんです。でさらにですね、6月の13日から金星という社交性とかね、豊かさとか愛情とかお金とかを表す金星が獅子座に入ることによって、水亀座さんは他者に救われるとか、他者のいいところを受け取るみたいな、そういうのがあるんです。もうめちゃくちゃベタに表面的に言っちゃうとなんていうかな、人間関係運がいいみたいな感じなんですけど、何がどういいのっていうのはそれぞれ微妙に違いますよね。ってなった時に、人の優しさを受け取りやすいとか、いい部分で人とつながりやすいとかっていうのが起こりやすいんですね。なのでご自身が誰かに対してのいいところをたくさん見つけられるっていうこともたくさんあると思います。でもう一つちょっと星の上でねちょっとヒントがあるんですけど、6月の18日や19日あたりってちょっとね楽しいなと思ってるんですよ。なぜかっていうと、その水亀座さんにとっては他者との関係性の中で新しい光を見つけられるというか、なんかそういう感じがあって、そのことによって自分もなんかってこう自分が抱えてたものっていうものをなんかクリアにできたり、見方が変わったり解消できたりみたいなのがあるので、とてもいいなんか関わりがあって、そこに気づきが生まれるんじゃないかなって思ってます。そして6月の21日からまたね流れがこう変わって、ちょっとしっかりとお仕事頑張ろうとか、日常生活をきっちりしていこうみたいな落ち着いた流れになってくると思います。そして6月の29日以降ですね、やっぱり挑戦したい、やっぱりやってみたいっていう気持ちが湧いてくると思います。これは今年の4月の末ぐらいから始まってるエネルギーをさらに後押しするみたいな、やっぱり頑張るみたいな、そういったエネルギーだと思います。として使えると思うし、あと6月の30日以降ですね、6月30日がまた満月だし、非常に大きな切り替えのタイミングなんですね。でここから水亀さん、対人関係非常に良くなります。とても良くなります。今も悪くないけど良くなるんですね。なのでちょっとこれとても重要な動きがあるので、ちょっと7月8月9月っていうこの夏のエネルギー解説をした動画は別で撮りますので、そちらでしっかりと解説させていただきますね。でその上でですよ、何かねその大きな流れが始ま
対人関係においては大きないい流れがある。でその前に別に人と関わっていようが関わっていまいが関係なく、水亀さんの中で何かが生まれようとしてましたよね。してますよね。でそれに対してのメッセージだなっていうふうに今思っています。でとてもなんか強いメッセージですよね。なぜかっていうと、めちゃくちゃ応援されてるんですよ。これは太陽がここに来るっていうのはもう本当にもう運が来てるから感じてることっていうことなので、今どのようなことが起きていたとしても、何を感じていたとしても、これ全部このプロセス、必要なプロセスのパートですっていうことを忘れないでください。で入り口がやっぱりタワーなので、何かしらの衝撃を受けたというか、本当に目から鱗みたいなことなのか、そのピンチやチャンスのピンチの状態を今ご自身が感じていらっしゃるのか、これまで自分が信じてきたこと、やってきたことに対してそうだったのかみたいな、そのもう晴天の霹靂みたいな衝撃を受けている方もいらっしゃるかもしれないし、やっぱり物事って本当に思うんですけど、私たちの細胞もそうですし、やっぱり破壊と再生を繰り返しながら成長しているってなった時に、何かしらの破壊みたいなものを今感じてるのかなと思ったんです。でもその破壊ということだけに焦点を合わすと崩れてるだけに思うかもしれないんですけど、大きな目で見るとこれはものすごい進化であり、大きな気づき、成長なんですよね。それをものすごく宇宙は言ってくれてるなっていうふうに思うんです。ただどうですかね、皆さん。今その星で見たらもう本当に自分らしく生きてみたいな応援が来てるからこそ、何を壊そうとしているのか、何に気づこうとしているのかっていうのがすごく思います。そしてこの喜びっていうのは恐怖だったり心配事っていうのはもう表裏一体ですからね。恋愛とかで思うと分かりやすいと思うんですけど、めちゃくちゃ好きな人ができたとか、もう本当に大好きってなったら同時にその人を失う恐怖だったりとか、その人に嫌われたらどうしようみたいな思いがもう表裏一体ですよね。そんな感じで何かとっても重要なことが起こっているような気がします。そしてちょっと6月の後半ですけどね、今見てるのはちょっとペースを落とそうかなってご自身の中で思ってることがあり、ちょっとこれ以上自分で抱え込むのがしんどいなみたいな感じかもしれません。これはお仕事かもしれないし、何かが自分を無理をしてやっていたこと、勉強にしてもそうですし、抱え込んでいたものがあるのかなって感じがして、でそれをもう手放したいなっておそらく思っていらっしゃるのかなと思います。でここでやっぱりデビルが出てるので、ものすごく何かにとらわれている。これよく言うとものすごくそこにはまっているみたいな、もう寝ても覚めてもそのことが大好きとか、もうそのことしか考えられないとかっていうふうにも言えるんですけど、はまっちゃってね。だけど悪く言うと、もうその不安なこととか許せないことと思うこととか、なんかどうしようと思うことにとらわれてしまって、そこから抜け出せないみたいな、そういうのもあるかもしれないので、自分が何にとらわれているのかなっていうことを客観的に見るようにしてみてくださいね。客観的に見る方法っていうのはいろいろあると思うんですよ。なんかジャーナルみたいに書いてみるのもそうかもしれないし、やっぱ誰かに聞いてもらう、吐き出してみるっていうのもいいと思うんですよね。そして特にこの、ね、13日以降っていうのは人との交流もいいし、人に優しくしてもらいやすい時だから、それを人に言ってみたら分かったとか、別にその人から本当に何か言われなくても、誰かを見て、その人の在り方を見て、ああそうだなって自分の中で何か答えが出るとか、そういうこともあるかもしれません。その後ですね、やっぱりここでワンドの6ということで、もう勝利って何が自分にとって勝利なんでしょうか。その前に感じていた自分を縛っているもの、その囚われていた思いから解放されて、そうだったのかみたいな、そういう思いがあるんじゃないかなと思います。そしてその後になんかやっぱりこれを大事にしていきたい、これが自分にとっては本当に大事なんだみたいなことを感じてると思いますね。そして気をつけることや対策として言われているのが、やはりカップの2っていうカードとペンタクスの8なんですけど、カップの2っていうのは本当にシェアしている、感情をシェアし合っている、向き合っているっていうことで、人と話しているっていう感じのカードなんです、これはね。でこれがまたうまくいくよっていう意味だから、さっきも言ったみたいに何か自分の中でモヤモヤしていることがあるとか、許せないもそうですし、不安で仕方ないとか、こだわっていることがあるとか、なんかそれをとにかく聞いてもらうようにしてみてください。それがとってもいいことになるような気がします。
もしくはそういう人の話を自分が聞くっていうのもいいかもしれないですね。なんか見えてくる、要するに悩みと自分が一体化してしまうのではなくて、他者を通して見ることによって自分の悩みと自分自身っていうのがこうちょっと距離ができて客観的に見れるようになると思うんです。そしたら本当に水亀座さん自身は別に何も失ってないし、何にも失ってないし、むしろ磨かれてより一層自分の魂は光ってますよねって感じなんですけど、外側の環境とか出来事だけ見るとガーンとかゴーンとか感じてるかもしれないので、そこはゆっくりと落ち着いて自分自身を見てくださいっていうメッセージです。これは内省するというカードです。メディテーションもいいし、ただ呼吸を深くするのもいいし、ちょっと自然の中に入って自然と空気を感じてみるとか、そういうのでもいいし、前に進むことだけではなく自分を感じるっていうのが一番いいのかなと思いました、このメッセージとしてね。とはいえ6月21日以降はその現実に根付いていくっていう流れがあるので、何か役割はしっかりとやっていくんだろうなと思いますよ。やっぱり日常のルーティンってすごく大事ですしね、ルーティンに戻ることで自分を取り戻すってこともあるでしょうし、そんな感じかな。ちょっとお仕事のこと見てみましょうか。仕事、ソードの4、ソードのエース、ソードのナイトということで、ちょっとお仕事お休みされたいのかな、もしくは休まなければならない状況なのかなっていう感じがします。いや、休んでください。休める状況であれば休むことも許可してほしいなって感じがします。ちょっとやっぱり休憩っていうね、レストっていうカードが出てるので、休んでもいいですよって、ゆっくり整えること、さっきのこの自分自身を見ることが大事で、お仕事として役割としてできてるかできてないかとか、生産的にならなければならないとか、そういった意識っていうのは少し置いて休んでいいんですよって、その方が自分らしいなんか輝きというか自分らしさっていうのがちゃんと出てくるよ、見えるよっていうふうに言われてる気がしました。ただですね、特に6月の本当は、29日とかね30日とかって私日付を言っていますが、これは惑星が動く時なだけで、敏感な方っていうのはもっと早くにその前からそのエネルギーを感じて動ける方も多いので、6月後半といっても特に月末に近づくにつれてやっぱり何かチャレンジしていってるのかなって感じはします。ソードのエースにソードのアクションということでソードのナイトが出てるので、もう動き出す、挑戦する、やるみたいな感じがあるので、ちょっと休憩してから動き出すのかなって感じがしますね。ちょっと止まるからこそふーって一息ついて整えていきますみたいな、そういう感じがしますね。向き合っていってますね、とてもこれは。はい、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係、この夏のねテーマ、3ヶ月のテーマの中でラブメッセージも取っていますので、そちらでお話しさせていただきますね。人間関係、一般的な人間関係の6月末、レベル出てますね。私から見ると逆ですけど、ソードのページ、ソードの9ということで、やっぱり何か人間関係においてちょっと気持ちがそこに引っ張られている。なんでしょうね、これって。それもちろん人それぞれね、それ人それぞれ生きてる環境が違うからみんな同じではないと思うんですけど、何か人を通して自分が傷ついているとか誤解を受けたとか、もっと違う風に言えたのに言えなかったとか、そういう感じで自分がまるでもうダメだとこの人との関係はもうダメなんだと思ってしまってるような感じがするんですけども、それはあくまでも表面的なものであって、もっと深いところではなんていうのかな、お互い通じ合ってるというか、愛情っていうのは消えない、消えないんですね、それぞれが存在している以上は。でも何かそこに物語をつけて、こうだから私たちは縁がないんだとか、こうだから
ダメなんだみたいな余計ななんか物語を付随させてそのことに嘆いているっていう感じがするので、余計な物語はちょっと外してみましょうか。できる限り真実は何なのかっていうところを見てみると、自分が存在する関わっている人がいる、ただそれだけみたいなね、それがどれだけ思いやってるかっていうのはハートで感じるものであり、頭で理屈で理由をつけるものではないという感じがします。そしてちょっとこっちも見てみましょうか。特にこれは大きな学びですよね。特に星で見た時に、もう恋愛も楽しんでいいよ、レジャー楽しんでいいよ、自分自身をもう思いっきり表現していいよみたいなフェーズに入ってるからこそ、じゃあ自分を頑張って出そうかなと思ったら急に叩かれるみたいなのとか、なんか急に批判されてるように感じるかもしれないんですけど、この波を越えないとやっぱり大海原には出ていけないっていうか、本当の自分自身だったり自分の自分らしく生きる世界の環境に自分を適応できないというか、なんかそんな感じがするので、ここはちょっと超えてほしいなって感じがします。でも宇宙はいつでも応援していて、6月の30日以降というのはその応援がもうたっぷり来るわけです。たっぷりなので、この6月末にもし悩んでいたとしてもいいんです。もうそれはそれで、そうやって自分がなんか悩んでるんだなとか、自分を内省する時間っていうのもとても大事だし、その上で分かってくれる人っていうのがいるっていうのがもう本当にありがたいし、その人を大事にしていこうって思うしみたいな感じ。やっぱり今もう一枚引いたカードで言われてるのがやっぱね、恐れです。やっぱ恐れが自分を飲み込んでませんかっていう感じです。もう恐れ本当不必要ですよね。いらないもの、もう本当にいらないものなので、さっき言ったみたいにもしかしたら自分がなんか物語として違うものをなんか思い描いてしまってるだけかもしれないので、待ってって、私自身の命を感じてみよう。私自身の命なんて本当にかけがえのないもので、今ここにいるじゃないかみたいな、そこで関わってる人がいるっていうこと自体がすごいということをなんかちょっと思い出してほしいなって感じがしました。いかがでしょうか。ちょっとでも誰かと関わることによって答えは出ますからね、心配しなくても。はい、ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみたいと思います。もし何かしらこのメッセージ伝わりましたという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。ではいきますね。水亀座さんの6月後半はこのカードが出ました。これさっきも実はちらっと見えてたんですけど、このカードを見て何か感じるものがあればね、皆さんも直感でメッセージ受け取ってくださいね。なんか本当に心からの感謝をするような出来事があるんでしょうね。楽しみにしていたいと思います。ということでありがとうございました。豊かな気づきがありますように。失礼します。